こんにちは。今日はね、自然に日本語を話す方法っていうことについて、お話ししていきたいと思います。このトピックについては、リクエストをもらったんですね。YouTube のコメントで、本当にありがとうございます。なんか話してほしいこととかあったらいつでもコメントしてください。他に僕が話すネタはいろいろあるんですけど、やっぱりコメント嬉しいので、リクエストじゃなくても何かいつでもくれたら嬉しいです。で、今日のトピックは、自然に日本語を話すことについてなんですけど、日本語だけじゃなくて、言語の勉強について話すときに、その最終的な目標って、ペラペラになるっていう目標がある人が結構多いと思うんですよね。でもペラペラになるって、いろんな解釈があって、ペラペラになるっていうのは、なんか自分が言いたいことを自由に表現できるっていう人もいますし、辞書を使わずに日本人と、会話できるっていう人もいますし、その、それと同じ感じで、話す、自然に話せるようになるっていうのが、ペラペラになるっていう風に考えている人もいると思うんですね。で、僕のペラペラの解釈は、その言語を話す人と別に問題なく会話できたらペラペラって言えるんじゃないかなって思うんですよ。なので別に JLPT とか全く関係なくて、N3 とか N4 でも日本人と普通に会話できて、自分の言いたいことが分かって、他の人が言いたいことも理解できたら、それ僕はペラペラだと思うんですけど、まあ人によって違うんでね。なので今回は自然に話すっていうことについてお話ししていこうと思います。で、自然に話すっていうトピックで、この自然に話すっていう中に2つカテゴリーっていうか2つ分類があると思うんですよね。1つ目が自然な文を作るってことですね。でもう一つが日本人と自然に会話するっていうことですね。で、一つ一つ話していくんですけど、多分動画二つに分けると思います。一つずつ話した方がちょっと分かりやすいし、二つ一緒に話すとね、動画めっちゃ長くなりそうなので、自然な文を作るためにですね、とか、自分が作った文が自然かどうか分かるためには、とにかくインプットだけですね。アウトプットだけしてても、自分が話してる日本語が、自然かどうかってわからないですから、とにかくインプットめちゃくちゃして、で、日本人が使ってるフレーズとか、文とか聞いて、それをそのまま使うっていうのが、まあ一番早い。まあ、時間がかかりますけど、結局一番早くなると思いますね。で、このインプットについても、大きく分けると2つあるんですよね。読むのと聞くことですね。で、インプットについては、僕は読む方がおすすめだと思うんですね。っていうのも、読むときって、一つ一つフレーズとか、単語とか、文の作り方とか、ちゃんと理解しながら読むじゃないですか。読む人が多いと思うんですよ。でも聞くインプットって結構感覚的なインプットだと思うので、ちゃんと理解して後でアウトプットのために使うにはやっぱり読むっていうのがいいと思うんですね。で、これについて日本語を聞くときに、中級者と上級者の本当にはっきりした違いがあるんですよ。中級者についてまず話すんですけど、中級者は日本語の文を聞いたときに、一つ一つ意味を確認しながら、文法を確認しながら聞く。で、わからなかったときはもう一回聞き直すっていうことをするんですね。もちろん、正しい方法なんですけど、そうしなきゃいけなかったら、まだ中級者なのかなって思います。で、逆に、上級者の人って、一つ一つ単語とか文法とか話し方とかフレーズとかちゃんと聞いてない
感じがするんですよね。てか僕も日本人と話す時そんなこと全然しないんですよ。まあちょっとテスト今からしてみましょうか。これ今から僕ちょっと話すので、それ聞いてどのぐらいわかるかっていうのをやってみてほしいんですけど、じゃあ僕昨日6時に仕事終わって家帰って、晩ご飯の準備してたんですけど、その晩ご飯の準備してる時に突然上司から電話かかってきて、で上司が「お前明日新しい会議ちょっと入ったからそれまでにプレゼンの準備しといてくれへんか」みたいな内容で、僕その時ちょっと厳しいなって思ったんですけど、でもとりあえず分かりましたって言って、でそこから夜に頑張ってプレゼン作ってたんですね。でその次の日にもちろん他の仕事もあるからあんまり上手にプレゼンできなくて、でもとりあえず上司に見せたんですよ。じゃあ突然上司が機嫌悪くなっちゃって、でそのまま会議があって、その会議の後に上司がごめんなって、一言だけ言ってくれたんですよね。みたいな文を聞いた時に、なんとなく分かったらもう上級者ですね。僕も例えばこれ僕の友達が同じエピソードを僕に話したら、僕理解できますけど、その100%この単語を使ってこの文法を使ってとかはできないんですね。覚えられないですけど、そのリフレーズは多分100%できるんですよ。つまり、何が言いたいかというと、その上級者は、文をそのふわっと理解するんですね。そのわからない単語があっても、スキップはしないですけど、なんとなく意味がわかるような、そのふわっと理解することが多くて、つまりふわっと理解するってことはあんまりその理論的じゃないんですね。この文法を使って、この単語を使ってとかあんまり考えなくて、ただ聞いてなんとなくふわっと理解する、これが大切なんですね、聞くときには。なのでこの、文を作るっていうこの論理的なこととはあんまり関係がないっていうことですね。なのでしっかりインプットしたいならやっぱり読むのがおすすめですね。で読む時には本当にどんなトピックでもよくて、自分が好きなトピック、料理とか運動とか何でもいいんですけど、そこでそのどんな単語使われてるかとか、どんなフレーズ、どんな言葉が、カタカナになるかとか、そういうのを、理解しながら読むともう少し自然な、日本語の文が作れると思います。でもその問題が一つちょっとあるんですね。もう知ってる人も多いと思いますけど、書くときって話す日本語とちょっと違う単語使ったり、違う文の作り方したりすることがあるんですね。特に、小説とかなんかインターネットの記事じゃなくて、ちゃんとその作家さんがめちゃくちゃ考えて書いた文ってもちろん文法的には自然なんですけど、日常的に使わないっていうフレーズとか文法があることもあるので、ちょっと注意した方がいいですね。解決策は一応あるんですけど、解決策は僕のポッドキャストを見るってことをですね、別に僕だけじゃなくて、いろんな字幕があるポッドキャストを聞くのがやっぱりおすすめかな。もちろんアニメとかね、バラエティ番組とかそういうの聞いてもいいんですけど、ショーとかその劇じゃなくて自然に話す日本語を聞きながら読むにはやっぱりポッドキャスト、こういう、フォーマットがいいんじゃないかなっていうのも思いますね。で最後にどうやってポッドキャストを見たら効果的かっていうことについても、ちょっとお話ししますね。これ結構簡単なんですけど、まず普通にポッドキャストを見て、理解しますよね。でその理解した後に自分が同じことを話すならどんな文作るかなっていうのを考えて、でその僕とか、ポッドキャストを作ってる人が話したことと自分が作るかもしれない文を比べて、でその不自然なところを直していくっていうのが、
ちょっと大変ですけど、時間かかっちゃうけど、結局、最終的には自然に話せるようになるとか、自分のゴールに近づくためには、こういうやり方がいいんじゃないかなと、思います。それでは今回は、自然に、日本語の文を作る方法ということについてお話しさせていただきました。次は、この続きで、日本人と自然に話すためには、何に気をつけたらいいかっていうことについても、話すつもりです。じゃあ今日もここまで聞いてくれてありがとうございました。バイバイ。